火力こそ正義。 MSZ010 ダブルゼータガンダム。ダブルゼータガンダムは機動戦士ガンダムダブルゼータで活躍した主人公であるジュドー・アーシタが主に登場し、第一次ネオジオン構想で大活躍した機体です。機体の特徴としては、頭頂部の大出力ビーム砲ハイメガキャノンをはじめとする強力な火器を多数装備し、劇中のモビルスーツでも屈指の火力を誇ることです。また機体が3機の戦闘機に分変形するのが最大の特徴で、さらにモビルスーツ形態から1機の大型戦闘機である G フォートレスと呼ばれる形態に変形することもできるという特徴も持っています。機動戦士ガンダムダブルゼータの作風としては非常に明るいガンダムとして有名です。前作の機動戦士ゼータガンダムは重い展開が多かったのですが、ダブルゼータガンダムはポップで明るい雰囲気でストーリーが進んでいき、19話以降がガンダムらしいシリアスな展開となったため、賛否両論のある作品となっています。私のこと好きだっていうの忘れないよ。ダブルゼータガンダムの開発の背景としては、宇宙世紀0080代の後半からモビルスーツは著しく進化を遂げており、ムーバブルフレーム構造を採用した第2世代から変形機構を備えた第3世代、さらにニュータイプ対応機能を備えた第4世代といったモビルスーツ数世代分の進化を遂げています。そういった中での開発競争は熾烈を極めており、グリプス戦役時には高性能機体であったゼータガンダムの性能的な優位性はグリプス戦役終局に投入された新型モビルスーツによってなくなっていた現状がありました。また強力な火力を保持するモビルスーツの需要はアクシズ由来のモビルスーツの存在によって必要性が高まっていました。アクシズは一年戦争時のジオン公国以上に地球連邦との国力の差が広がっていました。そのため国力の差を覆すため圧倒的なモビルスーツ性能が必要とされているという背景もあり、技術開発に全勢力を挙げて取り組んでいました。アクシズの脅威に対抗するためにさらなる高火力を備えた高性能機体の開発が急務となっており、その中でゼータガンダムの後継機として開発されたのがダブルゼータガンダムです。このダブルゼータガンダムの開発計画そのものはゼータガンダム完成の2年前から存在したものでしたが、アナハイムエレクトロニクス社内競争や制作の遅延から棚上げされていました。技術的な観点からはジェネレーターやメガコンデンサーの実用化のめどが立たなかったことが開発を見送られた要因の一つでもあります。開発が再開されたのはグリプス戦役中でしたが、戦時中の完成には至らず、その収益は第一次ネオジオン構想からとなりました。開発中はリックディアス別名ガンマガンダムから数えて6番目のアナハイムガンダムとしてシータの開発コードを持ち、アナハイムエレクトロニクス社では別名シータガンダムとも呼ばれていました。開発のコンセプトとしてはゼータガンダムをはじめとする可変モビルスーツのコンセプトを発展させ、分離合体という要素を加味した機体とすることでありました。試作機が製作されましたが、この段階では上半身下半身がそれぞれ2機の戦闘機に変形する機構となっています。しかしテストの結果は不調で、特に機体構成的に十分なジェネレーター出力が得られませんでした。そのため RX78 ガンダムに代表されるようなコアブロックシステムが導入されています。コアブロックシステムが導入された理由としてはパイロットの生還率の高さにあります。人的資源の厳しいエウーゴにとっては技量の高いパイロットをいかに生還させるかということが重要課題でもあったため、一年戦争時から生還率が高かったコアブロックシステムを導入したとも言われています。ジェネレーター出力問題についてはアナハイムの技術陣は小型高出力のジェネレーターを開発したが、それでも要求を満たすには3機分の出力を必要としたため、機体を3つに分離するという方式でそれぞれにジェネレーターを組み込むことでダブルゼータガンダムの火力の源泉となりました。ただ高いジェネレーター出力や火器を持つ反面、エネルギー消費が激しく長期戦には向かないとされていました。しかしこれはダブルゼータガンダムに限った話ではなく、この時代のモビルスーツは基本的には同傾向が見られました。とはいえ実戦投入されたダブルゼータガンダムは単独でのアクシズへの潜入、地下や砂漠地帯での数日間に及ぶ移動といった整備補給のままならない状況での作戦行動を遂行しており、十全な性能を発揮しています。機体としてはまずはバックパックに搭載されるエンジンは本来であれば空中艦艇に搭載され、
その全電力を賄えるクラスのものであり、モビルスーツ形態時には加速用のメインスラスターユニットとして機能し、大型甲虫艦艇並みの推進力を機体にもたらすことができます。装甲面でも重厚な作りとなっており、ガンダリウムガンナを使用した多重空間構造です。耐水圧性能も高く、至近距離でのモビルスーツの爆発にも耐えられるという設計になっています。さすがにメガ粒子ビームの直撃を完全に防御することは不可能ですが、バインダーはシールド並みの強度があり、万一の場合はこれを用いてコックピットへの被弾を防ぐという運用が考えられています。機体管制システムには NT 対応のインターフェースとして簡易サイコミュシステムであるバイオセンサーが搭載されています。このバイオセンサーはゼータガンダムに搭載されたバイオセンサーの改良型であり、脳波制御によって操縦系のサポートが行われることで機体の追従性が向上しています。またニュータイプ能力の低いパイロットが登場した際は作動しないように保護機能が施されています。逆に言えばニュータイプ能力が高いパイロットが登場し、怒りなどの強い感情に反応して機体の限界性能以上のものを引き出すことも可能になります。フルを失ってジュドーの怒りに応じてダブルゼータガンダムのパワーは上昇し、サイコガンダムマーク2を撃破したシーンなどはバイオセンサーによる機体性能の上昇が見られた描写です。武装に関しては頭頂部に装備されているハイメガキャノンが最大の特徴です。その出力はコロニーレーザーの5分の1ほどと言われており、モビルスーツがノンオプションで最終装甲内に装備する武装としては最強クラスの威力を誇ります。全ジェネレーターを限界寸前まで稼働させ発生するエネルギーを収束させ発射するため、最大出力で発射すると機体がほぼ稼働不能の状況に陥るという武装です。これほど強力な武装はファーンズのサイコガンダムに対抗するために装備されたと言われています。いやーすごい感動の嵐。ダブルゼータってなんてパワーなんでしょう。最終決戦の際にはジュドーの思念に反応したバイオセンサーによって定格出力をオーバーした状態で発射されたハイメガキャノンは使用後に方向が溶解するというアクシデントが起きてしまいます。ハイメガキャノンを受けたキューデレイがサイコミでバリアを張っていたため、損傷は軽微なもので、ニュータイプ同士の戦いはモビルスーツの性能の差が決定的な差になるわけではないことを証明してしまいました。ダブルビームライフルも非常に強力な武装です。小型ジェネレーターと本体からのエネルギー供給によりメガバズーカランチャー並みの威力を持ち、さらに連射することも可能な武装です。ただし更新は200射ごとに交換が必要になるということでメンテナンスが必要な武装です。近接戦闘ではハイパービームサーベルが活躍します。一般的なビームサーベルの数倍の威力を誇り、1.5 倍の長さのビーム刃を形成し、ガンダリウム合金製の装甲を容易に破断するほどのビームサーベルです。原作では隕石を一刀両断するという活躍を見せています。またキャノンモードとすることでダブルビームライフルと同等の威力を持つ射撃武装にもなります。この他にもミサイルランチャーなどの強力な武装が施されており、高火力で押し通す兵器思想の下で設計されています。機動戦士ガンダムダブルゼータの劇中でもサイコガンダムマーク2を撃破するなどの戦果を上げ、最終決戦まで戦い続けます。最終決戦では機体各部には12箇所に装甲が追加され、同時に機動性を損なわないようスラスターも増設されたフルアーマーダブルゼータガンダムで参戦して、ドーベンウルフやプル2の登場するニュータイプ戦用巨大モビルスーツクイーンマンサを沈没させるなどの活躍を見せました。ダブルゼータガンダムは高火力で押し切るというこの時代の王道の戦い方における頂点に立ったガンダムとも言えるでしょう。余談ですが、アニメでは分厚い装甲とは裏腹に高機動力を見せつけていましたが、ごついデザインと高火力という印象が強いからか SD ガンダムシリーズでは重厚な機体としてデザインされることが多く、ゲームではスクリューパイルドライバーを使うなど鈍重な攻撃を持った機体にされることが多いガンダムです。また可変機構を搭載されていますが、変形機構の複雑さゆえかゲームでは変形がオミットされることも多々あります。本日の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。ぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。